ペイン絵画の最盛期ということで1650年代です。前回1640年代は風景画の大家クロード・ロランが活躍し、音楽界ではジャコモ・カリッシミがオラトリを発展させました。そしてウェストファリア条約によってようやく宗教戦争が終わり、イギリスではピューリタン革命またの名三王国戦争が起きた時代でした。そしてタイトルにあるように、この時代前後にスペイン絵画は最盛期を迎えます。スペインではもともと美術はあまり発展していなく、さらに国力としては1580年代のアルマダの海戦での無敵艦隊の壊滅、その後オランダがスペインから事実上独立を果たすなど、1600年代以降衰退の道をたどっていたところに、1618年から1648年まで続く30年戦争に参加してフランスに負けるなどして完全に衰退しきっていたのですが、主に1640年代から1670年代あたりまでの間に国力の衰退とは反対に美術においては最盛期を迎えます。ちなみにスペインの画家は美術史にちょくちょく登場しますが、作曲家は皆無に等しいです。そしてそのスペイン最盛期を代表するのが巨匠ベラスケスです。この絵の左側にいるパレットと絵筆を持っているのがベラスケス自身で、こちらに背を向けたキャンバスに絵を描いているところです。その右側の鏡に映っている2人がスペインの王フェリペ4世とその妻です。そして中央にいるのがその国王夫妻の娘マルガリータ王女で、その周りにいるのは王女に仕えるものや道家などです。この絵は謎めいた絵であるため、いろいろ研究され解釈されています。例えばベラスケスは国王夫妻を描いているのか、それともマルガリータ王女を描いているのか、またはベラスケスは国王夫妻を見ているのか、それとも鑑賞者を見ているのか、そして奥の人物は今から階段を上るところなのか、そうでないのかなどです。さらにベラスケス自身がこのように王室の人々を自在に操ることができるということを示す芸術家としての自信の表れと捉える解釈もあるようです。このようにラスメニーナスはいろいろ不明な点が多い謎めいた絵で有名ですが、後世になるとやたらと深遠なる意図があったかのごとく作品をいろいろ分析しますが、実際どこまで創作者本人が深遠なる意図を持って創作したのかは少々疑問に感じますね。こういった過去の作品に対する分析や批評の類は何とでも解釈できてしまう傾向にあるように思います。さてこのベラスケスはこのようにスペインの王フェリペ4世の宮廷画家として活躍した画家です。フェリペ4世は頻繁にベラスケスのアトリエを訪れるなど、2人はかなり親密な関係だったようで、ベラスケスは画家としては異例の好待遇を受けていました。さらにスペインでは宗教画しか画家に注文されない中、ベラスケスだけは例外的に宗教画以外の多くのジャンルの作品を描くことができました。かなり別格扱いの画家ですね。ちなみにベラスケスがこの代表作を描いた時、彼はすでに晩年でしたが、実際彼は1630年代あたりから活動しています。そしてベラスケスは1610年代に登場したルーベンスとも親交を結び、ルーベンスから影響を受けています。もう一枚ベラスケスによる作品です。この絵はインノケンティウス10世自身の最も優れた肖像画とされており、この頃ベラスケスの名声はヨーロッパ中に広がりつつありました。巨匠なのに晩年になってようやくといった感じですが、ベラスケスは生涯の大半をスペイン王フェリペ4世の宮廷画家として仕えたため、ベラスケスの絵が海外に出回ることはほとんどなかったというのが要因としてあります。そのためベラスケスはスペインの宮廷関係の画家くらいにしか影響を及ぼさなかったようです。さてこの時代の音楽は特にこれといったものはないですが、前回1640年代にイギリスで起きたピューリタン革命またの名三王国戦争で王を打倒し、その後軍事独裁政治を開いたクロムウェルがこの10年間五国教としてカルバン派の禁欲的教義に基づく厳しい政策を行いましたので、イギリスではオペラなど華やかな音楽は排除され、さらに劇場まで破壊されました。その上教会であっても賛美歌以外の華やかな音楽は排除されました。そのためイギリスの音楽事情はもともとないに等しいところに、このクロムウェルの禁欲的政策によってボロボロに衰退しました。王は処刑するわ、アイルランドは踏みにじるわ、音楽はダメにするわで、クロムウェルはあんまりいいことしてないですね。さてこの1650年代にこれまたクロムウェルによって
イギリスとオランダで戦争が始まります。第一次とあるように、次の1660年代に第二次、その次の1670年代に第三次戦争が起きます。これは分かりやすいですね。この戦争はオランダがスペインから事実上独立を果たした1600年代から海上覇権を握ってきたことによって、イギリスとオランダの利害が対立したことが原因です。そしてイギリスはこのオランダの勢力を抑え込むため、公海法なるものをクロムウェルがこの戦争の前年に発布します。公海法とは、それまで主に中継貿易で利益を上げていたオランダ船を締め出すべく、商品の輸送をイギリス船とイギリスの植民地などの相手国の船に限定したものです。そしてそれに対してオランダが反発したことで、このイギリス・オランダ戦争が始まります。この第一次イギリス・オランダ戦争はイギリスの勝利で終わりますが、何気に第二次はオランダが圧勝し、第三次もオランダはイギリスのオランダ上陸を食い止め、イギリスの敗戦に終わります。オランダ強いですね。しかし、オランダはこの戦争による経済的ダメージもあって、この後の時代以降から徐々にイギリスやフランスの影に隠れるように衰退していき、オランダ黄金時代も終わりを迎えることになります。そしてこの時代にはイギリスの哲学者、ホッブズによるリヴァイアさんが出版されました。この時代、クロムウェルの軍事独裁政治でイギリス国内が次第に混乱していく中、ホッブズは新たな秩序を確立しようとします。ホッブズは人間の自然状態とはお互い敵対するものであり、万人の万人に対する闘争として自滅するものであるから、その混乱を避けるためには国家による統治が必要だとし、その際、個人個人の権利を国家に委ねるという社会契約を交わすべきであると主張しました。この契約という発想が、それまでの王の権利は神から与えられたものとする王権真珠説を否定するという面で新しかったわけですが、結局は絶対王政を正当化した内容です。しかも誰かに統治をお願いするとはえらく他人頼みですよね。しかし王権真珠説とは無茶苦茶な話で、今時子供でも騙されなさそうな論法ですが、よくそんなものが長い間まかり通っていたなと思いますね。それでは最後にこの時代に描かれた絵を3枚と彫刻一体を紹介します。まずはベルニーニによる彫刻です。ベルニーニは17世紀のイタリアを代表する巨匠で、彫刻や建築で業績を残しました。彼はそれまで古代遺跡の残っていたローマを美しい街並みに変え、ベルニーニはローマのために生まれ、ローマはベルニーニのために作られたとまで称賛された人物です。そしてこの彫刻は前の世紀である16世紀の修道女テレジアなる人物の自伝に基づく場面です。ある時テレジアは天使の姿を見ますが、その天使が槍で自分自身を突き刺してきたかのように感じ、えらく苦痛を感じたが、同時に神の愛も感じたとか、そういった内容です。次はベラステスと同じスペインの画家で、スペイン最盛期を支えた画家の一人であるスルバランによる作品です。この絵に描かれているテーブルに着席している7人の修道士たちは、聖ウーゴから与えられた肉を食べるべきかどうかを議論していましたが、議論の最中に突然寝入ってしまいます。しかも45日間も眠り続けます。そして45日後に肉を食った張本人の聖ウーゴが使いの者をやりますが、使いの者は7人の修道士たちが肉の前で座っていることを聖ウーゴに伝えます。そして聖ウーゴ本人が7人の修道士たちのもとにやってきます。それが右端の人物です。そして7人の修道士たちは目が覚めますが、彼らは45日間眠っていたとは知らず、今まさに聖ウーゴにいただいた肉を食べるべきか議論中ですと言いますが、肉は一瞬にして灰になってしまいます。この45日間の期間はカトリックで四旬節と呼ばれる肉食禁止の期間に当たっていたので、やはり肉食禁止の代わりするのは絶対逆らえないですね。という結論に達したという話です。このようにこの絵は一見すると怪しげな人々が集って何か怪しい儀式を行っている感じに見えますが、単に寝すぎてお肉が食べられなかったというだけの話です。次の絵はこちらです。これは太閤レオポルト・ビルヘルムなる人物が自身のコレクションを公開した時の展示風景を描いています。当時はこのように壁一面に絵が所狭しと飾られていたとかいうことが分かり、資料としても貴重ですね。恐ろしいことに犬も野放しです。
その対抗レオポルト・ヴィルヘルムは帽子をかぶって剣を腰から下げている人物で、彼はラファエロの絵を見ています。ちなみにここに展示されている他の多くの絵は1530年代に登場したティチアーノによる作品です。さすが長い期間にわたって活動し続けた巨匠だけにこのように多くコレクションされていたみたいですね。そしてここに描かれている巨匠たちの絵はどれも忠実に再現されています。すごいですよね。ちなみにテニールス自身はテーブルのそばに書き込まれています。最後にもう一人、スペイン最盛期を支えた画家バルデス・レアルです。この絵は1630年代にも紹介した旧約聖書の話で、年老いてからできた最愛の一人息子を突然神から生贄に捧げようと命じられたアブラハムが泣く泣く息子を殺そうとしたところを、神の使いである天使が止めに来るというアブラハムの熱い信仰心が試されたという話です。が、ここではアブラハムさんやめなさい言うてるやろって天使が止めに入るも、アブラハムはやっぱダメっすかって感じで、アブラハムはほっとした表情もなくやや納得できかねる感じです。なんなら俺やっちゃいますけどって感じで、むしろ殺しにかかっているようにも見えます。今回のような立ちの悪いアブラハムなら神様がテストするのも納得ですね。結構挑戦的な表情のアブラハムさんでした。ということで1650年代はスペイン絵画の最盛期で、巨匠ベラスケスが活躍し、音楽界ではクロムウェルがイギリスの音楽事業をさらに衰退に追いやりました。そして第一次イギリス・オランダ戦争が勃発し、ホッブズが絶対王政に都合の良いリヴァイアさんを出版した時代でした。次回は1660年代です。フェルメールが登場します。それでは。